まあ、時々、特にアメリカ人の学生たち、それからアメリカの、まあ、グループ、大人のグループにも話をしたことがありますが、あの、彼らはいつも聞きますね。Do you hate Americans? と聞くんですよね。でもね、さっきもお話をしたと思います。私は、です。アメリカ人を憎んではいません。戦争は憎みますけれど、アメリカ人は憎んでいません。This December 8th of 1941, uh, I was sixth grade of primary school student, and that morning I got up and uh, get down from the second floor to the kitchen. My mother listened to the radio. When my mother had the broadcast, she she said, お父さんが戦争に取られたらどうしようと言った。その頃日本は徴兵制度でしたから、これは徴兵令状というんですけど、これが来ると大体10日間ぐらいでもう家族を全部捨てて兵隊に行かなければいけませんでしたね。そうするとたくさんの人がもう死んでいましたから、私の母は日本が戦争を始めて勝つか負けるかよりも夫が死ぬことを非常に心配したと思いましたね。で、私もだから父が死んだらどうしようと思ってとても不安になりました。それが非常に印象に残ってますね。12歳ですよね、年は。でもね、学校に行って、で、その朝初めは戦争が始まったという、アメリカと戦争を始めたという放送でしたけども、その日のお昼頃にはもうすでにパールハーバーで大勝利をしたというニュースがすぐ伝わったんですね。パールハーバーを奇襲攻撃しましたでしょ。そのニュースが伝わって、日本はアメリカ太平洋艦隊を全滅させたと。日本は強いんだ、勝つんだって言って、先生たちから日本のためにお前たちは頑張れ、お前たちは日本の国のために、勉強し頑張れということで、私たちはやっぱり教育の中でだんだん軍国少年に変わっていったと思いますね。まあそれでね、結局その、パールハーバーでは奇襲攻撃によって日本は勝つんですけども、その1946年の半ばからはもうどんどん日本はもう負け始めました。しかしその事実は全然国民に伝えられなくて、さっき言いましたけども、戦争を通して嘘ばかりが伝えられた。つまり真実が犠牲になりました。三菱造船所臓器製作部幸町工場造船所っていうのはですね、船のなんていうんですか、ボディを作るところと、それから中のエンジンを作るところが分かれてますね。で、臓器製作部っていうのはエンジンを作るところです。で、私はエンジンを作る場所にいました。で、そのエンジンをボディを作るところは海の近くのドックで作りますよね。だから海のすぐそばなんですが、エンジンを作るところは陸上で新しい工場を田んぼを埋め立てて作ってたんですね。で、私が働いていた工場は爆心からは1.3 キロのところの幸町工場という名前の工場でした。で、その空襲が激しくなって、
日本の他の町が全部やられているということはニュースで聞きましたが、長崎は空襲を、翌1945年の4月までは1回も空襲を受けませんでした。4月から8月の原爆までの間に4回空襲があるんですけどね、長崎駅と三菱造船所、それからあと間違って多分山の上に爆弾を落とすが、しかしそれはですね、計画的な爆撃だったかよくわからないです。というのはさっき言ってるのをまた起こしてもらったら分かりますが、原爆投下をするために長崎も何回も候補都市になりましたからね。だから長崎は一つは非常に空襲がしにくいという地形上の問題もあったらしいですけども、とにかく、4月の末までは、長崎は空襲を受けないでいたのですが、もう他の町があんなに空襲を受けてるのに長崎が空襲を受けないはずはないということで、1945年の6月にですね、私が働いていた幸町工場の小さな機械を戸町というところにトンネルがあるんですが、そのトンネルの中に空襲を避けるために機械を移したわけです。でその時に私も同級生180人と一緒にそのトンネルの工場に移ったので、原爆が落とされた時にはその 1.3 キロのそこにはいませんでした。そこでは 50% の人が死にました。だから私は幸いだったと思いますね。私はトンネルの中ではなくて外の小さな工場の事務所にいたんですね。だからガラスが飛んできて、腕を怪我した。敵の飛行機が飛んできて爆弾を持つ人の日本が勝っているというふうにいつも先生からは言われていました。それから長崎のすぐ港の外でもアメリカの潜水艦によって船が魚雷で攻撃を受けて沈んでいましたね。でそれは噂では知るんですけども、公の報道はなかなかされないんですね。だから負けているんじゃないかと不安はあるんですけど、本当のことは知らない。ね、日本が勝っているというその話ばかりが聞かされるんですが、戦後になってみんな嘘だったと分かったわけですね。で1945年の8月15日に天皇の放送で戦争、負けたとはあれは天皇は言わなかったんですけども、ポツダム宣言を受け入れるという報道で戦争が終わりましたよね。で私はその天皇の放送も聞いたんですけれど、その時の感じはね、戦争に必ず勝つと言っていたのに、なんて戦争ってあっけなく終わるのか。あっけなくて分かりますかね。非常に緊張して生活をしていた。必ず勝つんだと思っていたのに、天皇陛下が放送して、もう戦争が終わりました。戦争終わったのっていう、大変なんていうか、がっかりするというか、あっけなくというのは、がっかりとはちょっと違いますけどね。そうです。その頃はまだ、ラジオが、テレビはもちろんないでしょ。ラジオも、ほとんど、たくさんの家にはなかったんです。で、私は学校のグラウンドで、みんな、その8月15日の正午12時に重大な放送があるっていうから、みんなラジオを聞きなさいっていう、前の日からなんていうか、多分スピーカーで言ってもらったんですね。でラジオのあるところ、家にみんな集まって、それで日本中の人がその時初めて天皇陛下の声を聞いたんですよ。天皇陛下はその時にそれまで顔も人になかなか顔も見せないし、声も聞いたことがなかったのに、ラジオの放送で、これが天皇陛下の声かと思いながら聞いていました。
そしたら、その時、放送はとても難しい言葉でしたので、その時すぐには分かりませんでしたけども、その日の夕方にはもう戦争に負けたという噂がわーっとこう広まって、もう戦争は終わったんだというふうなことを日本人はみんな知りましたね。二つ両方ともでしたね。そのキリスト教のような宗教とはちょっと違うというか、神様にもお祈りをします。神様、神道ではこう叩きますよね。仏様っていうのは先祖を祀る。ね。日本ではその二つを同じように信仰して、日本の宗教は外国の人にはキリスト教徒にはちょっと分かりにくいっていうか、非常に神様がたくさんいるという。いやもう、カトリックっていうのは長い間日本では弾圧をされてましたし、非常に数少ないですよね。だからもともとはやっぱり仏教徒だったと思いますけど、家来は実は戦争で家族を失って、そしてやっぱり神様を求めて、そして信仰洗礼を受けたんだと思います。戦後、彼女は多分戦後、私たち結婚した時は彼女25歳でしたけども、おそらく洗礼を受けたのは20歳ぐらい。どうかな、ちょっと前ですね。つまり戦争が終わって帰ってくる時に、お父さんと弟2人と妹かな。とにかく家族を亡くして非常に帰ってきてからも、貧しくて苦しい生活を送っていたようです。で、その中で神様を彼は、彼女は一体、自分の救いのために神様を求めたでしょうね。で、長崎に彼女帰ってきたんですけど、長崎は非常にキャスリックの伝統と、それから教会もあるし、信者も多いし、偶然に教会に行って救いを求めて洗礼を受けたそうです。その前の歌だから私は知らない。年の1945年の10月1日から学校が再開されました。で、長崎はもちろんもうその半分焼けてましたから、大変灰色のモノクロームのもう暗い街でしたけども、学校が始まった時にまず戦争が終わってアメリカの飛行機がって空襲がなくなったというのはとても平和なんだなということを感じましたね。その平和ということを実感して、平和はいいもんだということをつくづく感じました。それからおばといとこを亡くしましたけれど、9月の20日頃にアメリカ軍が日本に入って長崎に来たんですよね。9月の23日だったと思いますが、その時には、アメリカ軍が入ってきたら、占領軍が入ってきたら、女は暴行を受け、子供は殺されるという噂が広まって、みんなその郊外へ逃げ出したんです、本当に。しかしそれはおそらく日本の軍隊が中国でやったことでしたよね。だから中国でやったことだから、同じようなことを日本でもされると思ったんだと思います。ところがアメリカ軍が入ってきてとても紳士的でしたよ。で優しかったし、日本の子供が最初に覚えた英語は Give me chocolate, give me chewing gum でした。で女たちもみんなアメリカ軍は悪いことをしないと言ってみんな声返ってきたんですね。それが戦後すぐですね。
で学校が始まった時に、私が非常に印象深く思ったのは、デモクラシーっていう言葉を教えられたことでした。それまでデモクラシーって言葉も知らなかったけども、デモクラシーっていうのはやっぱり人間一人一人の人間を大事にするものだとかね、いうようなことで、その新しい思想に触れて、そしてアメリカというものはアメリカはとてもすごいいい国なんだなというふうに変わったんですね。で英語を勉強してアメリカに行こうというふうに思いました。自分の主張をはっきり言えるという、そういう自由を持っているというのは、そういう、個性もあるというのはとてもいいことだと思いますね。私たちは教師に言われる通り、親に言われる通りで自分の考えを持たなかったと思いますよ。うん、今の若者たちはちゃんと自分の考えを持ってて自分を主張する。核兵器がどんなに恐ろしいもので二度と使われてはいけない兵器だかということを勉強してほしいということ、学んでほしいということですね。そしてその核兵器をゼロにするために自分ができることをやってほしい思いますね。実はフランスに行った時に、お前は核兵器がなくせると思ってるのかという議論をふっかけてきた、そういうことを言ったフランスの青年がいたんですね。私は言いました。あなたは核兵器はなくせないと思っているからそういう質問をしたんでしょう。核兵器を、なくさなければならないと思ったら、自分に何ができるかという行動が始まるんじゃないか。だからやっぱりなくさなければいけないと思って行動を始めましょう。自分ができることから始めましょう。